皆さん、日本人が韓国旅行で一番怒られる場所どこか知ってますか？実は明洞でも地下鉄でもなく食堂です。席に勝手に座れと言われます。頼んでない料理が並びます。店員さんが突然焼肉を焼き始めます。知らずにいたらやばいです。3分で、これ大丈夫って固まります。でも韓国人からすると全部超親切なんですよね。なんでこんなズレが起きるのか。韓国に19年住んだ僕が日本人が韓国の食堂とカフェで脳がバグる理由7つ話します。勝手に座る文化、無料おかわり、謎の引き出し、鍋シェア、爆速接客、距離感ゼロの接客、水セルフ文化なんです。一つ目は、どこでも座ってください文化ですね。これ、日本人かなり高確率でフリーズします。日本は店に入ったら、まず入り口で待つ文化ですよね。店員さんが2名様ですかと人数確認して、席まで案内してくれるのが普通だと思います。でも、韓国逆ですね。店に入った瞬間、どこでもどうぞがめちゃくちゃ多い。しかも店員さん、忙しすぎて、入り口にいないことも普通にあります。だから、日本人の友達、本当に入り口で固まるんですよ。待つの入るのこれ無視されてるって。韓国人からすると、空いてるんだから早く座ればいいじゃんなんですけども、日本人的にはルール、説明なしで始まるゲームみたいな怖い感覚ですよね。日本は案内がおもてなし、韓国は効率がおもてなしなのかもしれないですね。二つ目は、これ全部無料なんですか問題です。日本って小鉢一つでも料金取ることありますよね。別メニューね、頼まないといけない時あると思います。これはですね、世界で見ても普通なんだと思います。だから日本人、韓国でサムギョプサル屋に行って、キムチ、ナムル、サラダ、唐辛子、ニンニクがもう机いっぱい並んで、顔が固まることがあります。しかも店員さんがなくなったらいいてねとか言うんですよね。でもこれ韓国ではパンチャン文化ってことがあってかなり普通ですね。なんかわかんないですが、昔多分食卓を豊かに見せるっていうのがおもてなしみたいな感覚があったり、家族文化が濃かったから、いっぱい食べてっていうのが愛情表現であったりとか、多分したんじゃないかなと思います。だから韓国人からすると、このようにおかずいっぱいあるってこと普通なんですが、日本の皆様からすると、この量全部出されるの全部食べろって言われるのみたいなのをバグれますよね。で、3番目は、スプーンどこ問題です。日本の飲食店って基本かなり準備完了型ですよね。席に座れば、箸はテーブルに置いてあるか、店員さんが持ってきてくれますよね。だから日本人、韓国の食堂で座ってからずっと待ちます。でも5分経っても箸が来ない。忘れられてるって周りを見た瞬間、隣の韓国人が突然テーブルの横をガチャって開けて、金属のスプーンと箸を取り出すんですよ。そこ収納だったのってなりますね。これ韓国ではですね、スプーン引き出し文化がかなり一般的なんですね。特に焼肉屋とか食堂だとテーブルの下や横に収納スペースがついていることが多い。つまり自分でセットする前提なんですよ。韓国はわかんないですが、とにかく席を広く使うだったりとか、回転率を上げるっていうのが重要なのかもしれません。だから、その店員さんが持ってくるっていうよりかは、あなたたちで開ければいいんじゃんみたいな考え方のかもしれないですね。4つ目はですね、1つの鍋にスプーン何本入ってるの問題ですね。これは今だいぶなくなったんですけれども、一応は説明しますね。日本って自分の皿文化かなり強いですよね。取り箸を使ったりとか、最初から1人分ずつ分けたりとか、口をつけた箸を共有しないっていうのが浸透していると思います。だから日本の方、韓国で例えばチゲ鍋を食べに行った時、隣のテーブルで同じ鍋で自分のスプーン突っ込んで食べたりとか、同じおかずっていうのを自分の箸を使って取っていたりするっていう場面を見たら固まると思うんですね。これはいくつかの理由があるようでですね、昔経済が大変だった時に鍋が足りなかったことだったりとか、大切な人たちと食事を分け合ったってことだったりとか、温かいまま食べたいなどがあったらしいですね。もちろん最近は韓国でも全皿使ったりとか、衛生意識かなり上がってまして、このように一つの鍋に突っ込むってことは、だいぶほぼなくなってるんじゃないかなというふうに思いますね。ただ、日本の完全個別文化と比べると、まだまだ同じ皿とかを一緒に分け合うってことは、まだ残ってるかもしれません。
5つまではですね、店員さん早すぎません問題ですね。日本って店員さんを大声で呼ぶのってちょっと遠慮しますよね。すいません。もう控えめですし、高級店だと声出さずにこの目とかで呼ぶレベルとかありますよね。だから日本の友達とか日本の方、韓国の食堂で席に着いた瞬間、テーブルでちょっと待ってしまうわけなんですよ。すいませんとか言ってても、そのお母さんたち、なんか忙しくて、あなたに暇ないからみたいな感覚することありますよね。だから、すみませんと言ったりとか、テーブルよく見ると謎のボタンあるんですけれども、これピュンと押せば3秒後くらいに店員さんがダッシュで来ると思います。しかも来た瞬間、なんか肉置かれてると、パ、バチバチ切り始めると思うんですね。日本の方からすると展開が早いと思うんです。だから韓国でおそらくパリパリ文化、早くやるっていう文化が根強くあってて、もう大声ですぐ呼んだらすぐ来ますよだったりとか、このボタン置いてあるんで、必要だったらその時だけ呼んでくださいみたいなことあると思うんですね。で、6番目はですね、距離感近すぎません問題ですね。日本の接客って丁寧な距離感的な感じありますよね。お客さんが話している時に店員さんがそこの会話に入って、なんちゃらうんちゃら呼ぶのって、話すのってちょっとタブーですよね。だから日本の方、韓国の例えば古いお店だったりとか、焼肉屋だったりとか行った時に、なんかおばあちゃんから、お兄ちゃんそれ巻いて食べなよみたいな言ったり来たりとか、突然焼肉焼かれてとか、サンチュ包まれてとか、はい、もうみたいな寸前レベルまで来るとか、かなりあり得る話なんですよね。これ日本ではありえないと思うんですが、韓国ではこういったおせっかい親切方、割と普通というか、あんまりおかしいことではないんですね。特になんか昔ながらのローカル食堂ですと、お客さんをなんか家族っぽく扱う文化があるなのかもしれません。こういうのを見ると、なんか食事という単なるサービスじゃなくて、そこに情っていうのも同じくサービスとして提供する。それ情ってことをやり取りするってことがあるかもしれないんですね。だから、お兄さん、お姉さん、これが美味しい食べ方だよ、だったりとか、お姉さんどっから来たのだったりとか、お姉さんもっと食べな、みたいなことを、もしかしたら皆さん韓国行った時に感じるかもしれません。7つ目、水。誰も持ってきてくれないんですけど、問題ですね。日本って席に座った瞬間に水とかお茶出てきますよね。だから日本人の友達、韓国の食堂で座ってからずっと待ってるんですよ。でも水来ないことあります。忘れられてる？うちもまだダメなのみたいな不安になった瞬間、なんか隣の韓国人たち見ると、なんか立ってどっかに行くんですね。そうすると、店の端っこぐらいに白い浄水器みたいなのあるんですね。しかもそこに行くと、紙のコップの時もあるんですけども、三角のなんか紙コップみたいな時もあるんですね。これ皆さん韓国の食堂で三角の紙コップ見つけたら、それかなり珍しいということです。なぜならですね、多分韓国水はセルフというのもよくあって、日本で言うとフードコートとかで水セルフみたいな感覚あるじゃないですか。もちろん韓国の全ての店がそうなわけじゃないんですけれども、感覚的には日本よりなんか1割、2割、3割ぐらい多く、そのような店があるってことなんですね。だからもう、韓国の場合ですと、店員さんがやってくれるっていうからは、なるべくお客さんができるとこでお客さんでやってみてくださいみたいな感覚残ってるかもしれません。結局、こういう、何それの連続こそ、海外旅行の一番面白い部分なのかもしれないですね。最初は戸惑うと思うんです。ベル押すとか水セルフとかなんか距離が近くてみたいな。でも、これ不思議なことにもしかしたら半年、1年ぐらい韓国という環境に住んでたら、こっちの方が落ち着くようになって、そこからまた日本で6ヶ月住んだら、また日本の方が落ち着くようになってみたいな、こういった感覚の変換があるかもしれないんですね。騒がしさとか熱気とかおばあちゃんの圧とか、そういうのも含めて、なんか韓国で観光することができる韓国の雰囲気、温度なのかもしれません。逆に言うと、日本の静かで丁寧で整っている接客は、韓国の方からすると、めちゃくちゃ感動するポイントになり得るというふうに思います。僕は感動していました。皆さんは日本ならではの食堂文化、何を思い浮かべますか？ぜひコメント欄で教えてください。以上、パクンでした。アニョ